注意。この動画では、上条斗真を中心に、とある世界について考察していくよ。よって、この動画には、とある魔術のインデックス、新薬とある魔術のインデックス、とある科学のレールガン、原作最新刊までのネタバレが、多く含まれているよ。原作未読の人は、ネタバレを避けるためにもブラウザバックすることを、おすすめするよ。あと、この考察は投稿者の、妄想成分 100% で、お送りいたします。もしかしたら原作の設定と、多少矛盾が発生しているかもしれないので、注意してね。それでもよかったら最後までご視聴お願いします。上条斗真、とある魔術のインデックス、および、新薬とある魔術のインデックス、の、主人公の一人、学園都市第7学区のとある高校1年7組に在籍する、1月20日から2月18日生まれの、水亀座、の、どこにでもいる平凡な高校生。ツンツンした短めの黒髪が特徴で、幼少期から、超絶不幸体質と父親から遺伝したフラグ体質を、併せ持っている。触れるだけで、それが異能の力なら、原爆級の火炎だろうが、戦略級のレールガンだろうが、神の奇跡だって打ち消せる、イマジンブレーカー、を、右腕に宿し、それに付随する、前兆の感知と呼ばれる、周囲に与える本人の意図しない微弱な影響から、相手がこれから行おうとしている攻撃を、察知する力を兼ね備え、そして、作中最大のブラックボックスであり続けている、ドラゴンストライク、を、持つ、レベル0の少年だ。なぜこの考察動画を作ったのかというと、禁書黎明期より存在するあの有名な説を、自分なりに考察してみたいと思ったからだ。そう、禁書の考察版や考察ブログを見たことがある人は、一度は目にしたことがあるであろう。上条斗真イコールハディと説。もうだいぶ禁書本編でも、ネタも明かされているのに今更かよ。またこの説かよ。もう散々考察され尽くしただろう。宮草、あげるのがおってんだよ。100年を生出ってんだよ3スター。と思う人もいるだろうが、本編である程度謎が明かされてきたからこそ、新しく発見できるものもあるのだ。上条斗真イコールハディと説を、この動画で初めて目にする人もいるかもしれない。そんな、ハディとは何ぞやという人のために簡単に説明すると、セレマ宇宙論における第二の主神が、ハディと、である。思考の神格女神ヌイトの補完者にして、配偶者とされる南の神。あらゆる存在の中心点であり、無限小へと収縮を続ける球体。ハディとの象徴は五芒星であり、セレマ的小五芒星儀式では南の方角、右方に配置され、火の元素に対応する。そして、禁書の表紙には必ず、旧約には逆位置の五芒星が描かれており、新約には正位置の五芒星が描かれている。ただし、記憶を失う前の上条斗真が主人公をしている旧約一巻、上条斗真が死亡扱いされていた新約一巻では、ハディとの象徴である五芒星が、描かれていない。法の書、第2章6節。私はあらゆる人間の心臓で、また、あらゆる星の核で燃える炎である。私は命であり、また命を授けるものである。しかるに、私を知ることは死を知ることに等しい。第2章7節。私はマジシャンでありエクソシストである。私は車輪の軸であり、円環内の立方体である。我が方へ来たれ、とは具現に過ぎぬ。なぜなら、実際に赴くのは、他ならぬこの私だからだ。また、ハディとは、翼ある光の蛇、ルンダリーヌの蛇、火の蛇、などとも呼ばれている。禁書を読み続けている人は、何度も目にしたことがある言葉。汝の欲するところをなせ。それが汝の法とならん。これもテレマの概念であり、そしてこれがテレマにおいて、最も重要なものとなっている。ちなみにテレマ思想は旧約一巻から登場している。この動画では、上条斗真がテレマにおけるハディとであると、仮定し、それをもとに、上条斗真とある世界について考察していく。の前に、事前説明、とある世界に存在する、異能の力について。一つ目は、魔術。魔術とは、魔力を消費し、異世界の法則を無理やり現実世界に適用して、様々な超自然現象を引き起こす技術である。手順としては、まず、呼吸法、瞑想、準備運動、食事制限によって、血液の流れや内臓の活動リズムなど、自身の体内を望む数値で制御することで、自分の持っているマナから魔力を生成するところから始める。魔力を得ることができたら、自身の血管や神経、霊装などといった道具に、魔力を通し、あとは身振り手振り、呪文の詠唱、文字の筆記、道具の使用などで記号を示すことで、魔術を発動することができる。この世のあらゆる事象には等価交換の原則があるが、魔術はそこを騙して、1の出費で10の成果を獲得する便利な技術である。だが実際は、世界にしわ寄せが起きている。魔術師が魔術を使うとき、純粋な物理法則世界の上に、人が投影した位相に干渉する。そしてこの干渉が、幾重にも重なった位相同士の、接触、圧力を誘発し、結果、火花、あるいは飛沫、と、呼ばれる、運命、を生み出し、すべての人を運気の奴隷としている。コイントスの表と裏や、出てくる料理の順番、出会いと別れ、
結婚と離婚、そして人の生と死。つまり、この世界中の不幸な出来事は全て、位相の衝突から発生する、運命、が、人間に押し寄せたことによって、起こるのだ。これが魔術の最大の欠点である。二つ目は、超能力。超能力とは、パーソナルリアリティを観測した者が、常人とは異なる法則でミクロの世界を歪めることによって、超自然現象を引き起こす力である。自分だけの現実は、学園都市が確立した能力開発、薬物投与、脳への電気刺激、催眠術など様々な方法で、思春期の少年少女に、トラウマや過度のストレスを与えることによって、人為的にまともな現実から切り離すことで確立することができる。手から炎を出す可能性や、人の心を読む可能性、手を触れずに物を動かす可能性、この現実には様々な可能性が存在する。だが通常の人間は、そこにごくわずかな超常現象が発生する可能性が存在していても、まともな現実を持っているため常識的な可能性しか選べない。しかし自分だけの現実の観測に成功した者は、このごくわずかな可能性を、確率を無視して選び取ることができ、結果、ミクロの世界を自在に歪めることができる。そしてミクロな世界の歪みが、バタフライ効果のようにマクロな世界にも影響を及ぼし、マクロスケールでの超自然現象、本来ありえないはずの歪んだ現象を引き起こすのだ。魔術師は、物理法則世界の上に幾重にも重なる異世界の法則を適用することによって、現実世界を歪める。能力者は、己の内に構築したパーソナルリアリティによって、ミクロの世界を歪める。今まで二つの力は、全く別の力であるとされてきた。だが、現在、魔術と科学は統一した理論で説明が可能であり、本来、二つの世界には確たる境界がないことが判明している。確かに、魔術も超能力も、通常とは異なる法則によって現実を歪めるという点で一致しており、また、自分だけの現実は思い込みの力であることからも、これらは根本的な部分で、同じ力だということがわかる。二つの力の関係を、図でまとめるとこうなる。物理法則世界の上、外に投影した位相の法則によって、現実を歪めるのが魔術。物理法則世界の中、己の内に投影した位相の法則によって、現実を歪めるのが超能力。ちなみに天然の能力者である原石が、どこに位置するかというと、ここ。ただし、オッペルスとソギータ分派の、説明できない力、上条東馬の、ドラゴンストライク、アクセラレータの、白い翼、フェーズ 5.3 に坂彦が生み出した、謎の、黒い球体、エトセトラ。原作にて明確にされていない力については一旦保留とする。そして、上条東馬の、イマジンブレイカー、とは、これらの異能の力、または異能の力が生み出す超自然現象を、無効化する力である。効果範囲は右手首より先のみで、異能の力に直接触れることによって、打ち消すことができる。逆に言えば、触れなければ打ち消すことができない。だが、上条東馬のイマジンブレイカーは、魔術と超能力、このどちらにも当てはまらない。魔術でもない、超能力でもない、原石でもない。では、上条東馬のイマジンブレイカーとは、何なのか？第一章、願いの力。上条東馬の右腕については、作中ですでに正体が明かされている。イマジンブレイカーの力の正体とは、あらゆる魔術師の怯えと、願いが集約したもの。つまり、願いの集積体である。魔術でもない、超能力でもない、原石でもない、と旧約では正体不明の力だったが、答えは新約に入ってから、割と序盤のうちに明かされている。ただし、当時は、あくまで魔術サイドの見解でしかなかった。その後、映画、エングミオンの奇跡の終盤、アレイスターが願いの力について触れたことで、信憑性が増し、ワールドリジェクターの登場により、ようやく確定した。では、願いの集積体とはどのような力なのか？異能の力とはどう違うのか？願いの集積体は、位相の法則によって、現実を歪める異能の力とは違い、人々の願いによって形作られたものである。アレイスター曰く、複数の願いが、同一の思考を与えられることによって生まれる、因果律に干渉し得る力、願いの力を持つのは、上条東馬だけではない。現在、作中に登場した、願いの集積体と呼べるものは、5つほど存在する。上条東馬のイマジンブレイカー。先代のイマジンブレイカーであるブライスロードの飛行。旧約のラスボスである、右方のフィアンマの聖なる右。劇場版のヒロインである、名護アリサの奇跡。そして、イマジンブレイカーの対となる、神里×のワールドリジェクターの、5つである。フィアンマの聖なる右は、イマジンブレイカーと似たような力であることから、ローマ正教徒20億人、もしくは全ての十字教信徒の願いが集約したものであると、推測できる。聖なる右は、倒すべき敵や試練や困難のレベルに合わせて、自動的に最適な出力を行う性質がある。速度、高度、知能、筋力、間合い、人数、獲物。ただ右手を振ればそれだけで勝ってしまうので、そういったものは必要ないのだ。つまり、ミカエルにふさわしい、万能の右腕、である。ただし、同質の力であるためか、はるかに備えている出力が上のためか、
理由は定かではないが、上条の右腕にはどう出力すればいいかはっきりしなかったようだ。名簿アリサの奇跡は、オリオン号事件の際、乗客たちの願いが、シャットアウラの呪術的な力を帯びた歌と、オリオン号に施されたレディリーの術式によって、思考を与えられた結果生まれたもの。彼女の奇跡は、必ず何らかの代償が発生し、さらにそれは奇跡の度合いに比例して大きくなっていく。音楽を認識する脳機能と、父親を代償として、オリオン号の乗客87人が生還するという奇跡が起こる。自分が数時間気絶することを代償として、上条東馬の頭上に落ちてきた瓦礫が、寸前で真っ二つに割れるという奇跡が起こる。上条東馬が頭部を負傷することを代償として、崩落したライブ会場で、怪我人ゼロという奇跡が起こる。名簿アリサとシャットアウラセクエンティアが、一つに戻り、誰にも認識できない状態になってしまうことを代償として、エンズミオン崩壊が回避されるという奇跡が起こる。名簿アリサの奇跡の正体は、本来降り注ぐはずの運命を、操作し、よそへ飛ばすものだと推測することができる。イマジンブレーカーと違って、運命を消すことができないため、必ず代償が存在するのだろう。神里×のワールドリジェクターは、上条東馬のイマジンブレーカーが、魔人の願いを受け止めきれなかったがゆえに、こぼれ落ちた魔人の願いが、神里×の魂の輝きに引き寄せられて、彼の右腕に宿ったもの、新たな天地を望むか、という言葉をトリガーに、願望の重複、を抱えたものを、たとえそれが神と呼ばれるものであっても、問答無用で現世から消し飛ばし、新天地、と呼ばれる異世界へと追放する。神里曰く、新天地は、同一時間軸上の余剰領域。作中ではフィルムのコマ数の例え話をしているが、要は、人間は普段から位相やらもろもろ含めても、世界の十数%しか使っていない。残った80数%のうち、2から3%を使って、新しく世界を構築しても、誰も気づかない。この残った空き容量で構成された、誰も気づかない世界が、新天地、である。イマジンブレーカーと違い、右手で触れる必要はなく、右手の作る影が起点となる。また、対象は人間だけでなく、願望の重複、を抱えているものの非造物にまで及ぶ。また、イマジンブレーカーとワールドリジェクターが正面から激突した場合、ワールドリジェクターはイマジンブレーカーに作用するが、イマジンブレーカーはワールドリジェクターに作用しないことが判明している。ちなみにイマジンブレーカーが世界の基準点、世界の修復点ならば、ワールドリジェクターは世界の得意点、世界の終局点と呼べるのではないだろうか。先代のイマジンブレーカーであるブライスロードの秘宝。矢尻は骨、矢羽は皮、本体の矢柄は白でできている。その正体は、とある聖者の右手を素材に製造された究極の対な霊装。その効果がほぼ上条東馬の、イマジンブレーカーと同じであることから、あらゆる魔術師の怯えと、願いが集約したものと、推測できる。改めて、禁書世界の力を図でまとめるとこうなる。上条東馬のイマジンブレーカーが、願いの集積体、願いの力であることは分かった。では、これがテレマの第二の主神ハディートと、どう関わってくるのか？実はこのイマジンブレーカー、ハディートのエクソシストとしての側面ではないか、と言われている。そう、ハディートには2つの側面があるのだ。魔術師とエクソシストである。動画の最初に紹介した、法の書、第2章7節の一文。また、ハドの書においてハディートは、マジシャン、すなわち幻想を作り出すものであり、エクソシスト、すなわち幻想を破壊するもの、と書かれている。上条東馬が幻想を破壊するものであることは、改めて語るまでもないだろう。だが、これは考察動画である。直感的に正しいと感じたから、安易に正解だろう、と思考停止してしまうことを、考察とは言わない。なので、上条東馬がエクソシストの側面を持っている根拠を、いくつかピックアップして紹介しようと思う。根拠1、先代のイマジンブレーカーの本来の使い道。先ほども説明したが、先代のイマジンブレーカーであるブライスロードの秘宝、その正体は、とある聖者の右手を素材に製造された、究極の対な霊装、である。対なとは、悪魔や悪鬼を払う行事のことを指す。ミナメイザース曰く、イマジンブレーカー、とある聖者の右腕を素材に製造された究極の対な霊装。元は召喚失敗の際に退却せぬものを魔法陣の向こうへ追い返すために用意されていた非中の非となる兵器です。先代のイマジンブレーカーと、今代のイマジンブレーカーが同様の性質を持っていることからも、同じ使い方ができるのは明らかである。実際に、上条東馬は922巻の最後、北極海にて大天使ミーシャクロイセフを退散させている。ベツレヘムの星を衝突させた後、何があったのかは描写されていないが、挿絵にて上条東馬が右手を構えていることから、イマジンブレーカーを使用して、元の位相へ追い返したのだと想像できる。根拠に、上条東馬は大魔師と表現されている。旧約第1巻第4章の小タイトルは、大魔師は終わりを選ぶ、エバーセイグッバイ。実は、上条東馬は最初から大魔師と表現されているのだ。大魔師と表現された理由は、おそらくインデックスの首輪を破壊し、彼女を悪魔の手から救ったからだろう。インデックスに首輪をつけたのはイギリス正教のアークビショップ、ローラ・スチュアート。
そう、おがくず頭の生ゴミタンツボ野郎こと、あの大悪魔コロンゾンである。上条斗馬はこの時、完全にではないが、大悪魔コロンゾンがインデックスに取り付けた首輪をイマジンブレーカーで破壊した。つまり、インデックスを大悪魔の手から解放し、彼女を救ったのだ。故に、この時の上条斗馬は大魔師と表現されたのではないだろうか。また単純に、上条斗馬がハディートだから大魔師と表現された、とも捉えることができる。そして、まずは、その幻想をぶち殺す。根拠3、上条斗馬の決め台詞。ご存知の通り、上条斗馬の決め台詞は、その幻想をぶち殺す。では、なぜこれが上条斗馬の決め台詞なのか。それはイマジンブレーカーを漢字に変換すると、幻想殺し、と書くことに由来すると考えられる。が、しかし今度は、なぜイマジンブレーカーは幻想殺しと書くのだろうか、と疑問が湧いてくる。繰り返しになるが、エクソシスト、すなわち幻想を破壊するもの、ハドの書にはハディートのエクソシストの側面についてこう書かれている。イマジンブレーカーを幻想殺し、と書く理由、そして、上条斗馬の決め台詞が、その幻想をぶち殺す、である理由、これらは、この記述に由来するのではないだろうか、と推測した。そうであれば、上条斗馬のイマジンブレーカーが、ハディートのエクソシストの側面だという根拠にもなり得る。また、これは余談だが、ハドの書にてハディートは、否定的存在である統一体、とも書かれている。新約14巻にてオケヌスは、上条斗馬の最大の切り札は、繋がる力、と、言っており、さらに新約15巻にて、木原唯一は、上条斗馬のイマジンブレーカーを、否定する力、と言っている。何が言いたいのかというと、つまり、上条斗馬は否定的存在であるがゆえに、これまでその象徴である否定する力、右手の拳一本によって、アクセラレーターをはじめとし、魔人オケヌスや学園都市統括理事長アレイスター・クローリーまで、本来は切り離されるべき存在を救い、一つにまとめてきた、といった解釈をすることもできる。緩和9大。以上、これら3つの根拠から、上条斗馬はハディートのエクソシストの側面を持っている可能性が高い、と考える。だがしかし、これだけでは上条斗馬がハディートとは言えない。上条斗馬をハディートとするには、多くの疑問が残っている。なので、ここからは未解決の謎を、一つずつ解決しながら、上条斗馬イコールハディート説に迫っていこうと思う。第2章、ワールドリジェクターの疑問点と根大のイマジンブレーカーの矛盾点。上条斗馬イコールハディート説を進めるにあたって、まずはワールドリジェクターについて掘り下げなければいけない。なぜなら、上里×のワールドリジェクター、実はハディートのマジシャンとしての側面ではないか、という説が存在しているからだ。しかし、ワールドリジェクターについて考察していくうちに、これは作者が狙ったミスリードではないか、と自分は考えるようになった。だが、そう考えるに至った根拠を紹介する前に、まずはワールドリジェクターの疑問点を、解決していこうと思う。疑問点、ワールドリジェクターが誕生した理由と時期のズレ。ご存知の通り、ワールドリジェクターが誕生した理由は、上条斗馬がオケヌス個人の理解者となってしまい、魔人全体を救う道から外れたことが原因、と言われている。そして、上里×の右手にワールドリジェクターが宿ったのは、11月の初め頃である。だが、おかしくないか？ 11 月初め頃といえば、時系列的には第三次世界大戦が終わったばかりで、上条斗馬はオケヌスどころか、他の魔人と出会ってすらいない。ワールドリジェクター誕生の理由を、上条斗馬が魔人の願いを受け止めきれなかったがゆえ、とするには、最低でも新約9、10巻以降でなければおかしい。オケヌス率いるグレムリンが動き出したことで運命論が定まった、と言われてしまえばそれで解決する話だが、それにしてもしっくりこない。そこで考えた。ワールドリジェクターが誕生した本当の原因は別にある、と。そもそも、あれはネフジュスの推測でしかないのだ。魔術サイドの 99.9% を、魔人が占めていることから、また、ワールドリジェクターの出力からして、ワールドリジェクターが魔人の願いの集積体であることは間違いない。上条斗馬のイマジンブレーカーからこぼれたというのも間違いないだろう。だが、上条斗馬が魔人全体を救う道から外れたことが原因、というのは違う。では、何が原因なのだろうか？いや、こう問うべきだ。誰が原因なのだろうか、と。ワールドリジェクター誕生には、3人の人物が関わっていると考察した。1人目、オケヌス。まずはじめに言っておくが、オケヌスの願いがワールドリジェクターを形作ったわけではない。あくまでこれから語るのは、ワールドリジェクター誕生の原因を作った1人が、オケヌスだということ。しかし、他の2人については推測の域を出ないが、オケヌスについてはほぼ間違いない。なぜなら、作中に明確に描写されているためだ。そして、ワールドリジェクターが上里の右手に宿った時期も特定できた。それは、11月13日である。ここまで言えば、一体オケヌスの何が原因か、多くの読者は察することができるだろう。そう、オケヌスが初登場した新約4巻のラスト、バゲージシティにて、上条斗馬の右腕を握りつぶして切断した直後である。今まで自分は、破損したのはドラゴンストライクの方だと思っていた。だが、
この時破損したのはイマジンブレイカーの方である。では、なぜこの直後に神里×に宿ったと言えるのか？その根拠は小タイトル、深刻な破損、ル 921B×R 差991マ。前半部分はともかく、この小タイトルの後半部分は、新約4巻発売から長らく意味がわからなかった。しかし、新約13巻にて神里×が登場したことではっきりした。電子語とは違うが、電子語と同じである。まずは数字とアルファベットを抜いてやればいい。そうすると、深刻な破損、ルにかけ様、となり、あとはルトにを移動させてしまえば、深刻な破損、かける様に、となる、かける様に。だが、ここで2つの疑問が生まれる。まず、11月13日は、11月初めあたりというには少し遅すぎるということ。これについては一旦保留とする。そしてもう一つ。ちょうど2週間前、第三次世界大戦終盤にも上条東馬の右腕は破損している。なぜ第三次世界大戦終盤ではなく、バゲージシティでの破損が原因なのだろうか？ここから見えてくる真実は一つしかない。ワールドリジェクターは自然発生したのではなく、何者かが人為的に発生させた、ということ。では、誰が？そんなの決まっているだろう。ワールドリジェクター、神里×の存在に、唯一気づいていた人物しかいない。二人目、イギリス正教のアークビショップ、ローラ・スチュアート。これまで存在しなかったワールドリジェクターを新たに生み出したのは、クソ山ゲロ袋の便所ブラシこと、大悪魔コロンゾンである。そんなこと本当にできるのか、と思う人もいるだろう。突拍子もなく聞こえるだろうが、どうすれば願いの力が生まれるのか、それ自体はすでに奴の頭の中に入っている。そう、映画エンデュミオンの奇跡の最後、アレイスターは奴に対して、複数の願いに同一の思考を与えれば因果率にすら干渉しうる力になる、と教えてしまっている。第三次世界大戦終盤、コロンゾンはアレイスターが生きていることを確認した。アレイスターを殺害するために、アレイスターを表へ引きずり出すために、コロンゾンは上条東馬のイマジンブレイカーに対抗しうる力を欲したのではないだろうか？そしてコロンゾンは、上条東馬のイマジンブレイカーから魔人の願いが他へ移るように何らかの工作を図り、結果、上条東馬のイマジンブレイカーから魔人の願いがこぼれ、神里×のワールドリジェクターが生み出されることとなった、と考えた。あくまで、願いの力が別の何者かに宿るように促しただけで、狙って神里に宿らせたわけではない。だが、こういう風には考えることができる。コロンゾンが神里を選んだわけではないが、上条東馬のイマジンブレイカーからこぼれた魔人の願いの行き先が、神里×であることには気づいていたのではないか、と。イマジンブレイカーが上条東馬の右手に宿ることを、アレイスターが予期していたように。そして、そうであった場合、11月初めあたりに神里×が感じていた妙な違和感にも、説明をつけることができる。これも、アレイスタークローリーが上条東馬のために、学園都市を用意した理由と同じことだ。イマジンブレイカーとは、その周辺に異能の力を持つ者が集わなければその能力があることにも気づけない。上条東馬とは、手の届く範囲に救いを求める者がいなければ、闘争の思考性を発露することができない。それでも君は、この上なくその存在を誇示することができた。なぜか？決まっているじゃないか。東京西部で整備を固めた部隊はいつか来たる上条東馬が、最も活躍できるようにセオリーを整えてきた超能力開発機関だったのだから。神里が感じていた妙な違和感、歪みの正体とは、右手にワールドリジェクターが宿った時、それに気づかせるためにコロンゾンが演出した部隊のことだと、推測することができる。女の形をしていれば何でも救ってしまうクソったれな性質を、神里×は持っているのだから。ここまでで、ワールドリジェクター誕生の疑問点は、あらかた解消されたと思う。だが、もう一つだけ謎がある。それは、新約14巻第3章220ページ、アレイスターと会話中のこの木原農官のセリフだ。お前の監視網に引っかからない時点でよほどの編集だな。サイバー攻撃程度で抜かれるようなやわなものではないとなると、純粋なステルスか、あるいはお前から生じたもの、影響を無条件で一斉削除、完全否定するような変わり種だな。だが理論については想像もつかない。3人目、アレイスタークローリー。魔術サイドの 99.9% を魔人が占めていることから、ワールドリジェクターはまず間違いなく魔人の願いの集積体であり、そしてそれはイマジンブレイカーからこぼれたものである。アレイスタークローリーが魔人を殺せるほどの魔術師でも、あくまで彼はどこまでも、人間、正直、本当にアレイスターがワールドリジェクター誕生の原因に関わっているのか、また、どこまで影響を与えているのかはわからない。可能性で言えば限りなく低いが、考察として無視できないほどには可能性が高い。なぜなら、アレイスターは魔人以外の残り 0.1% の魔術師に分類されるわけだが、その 0.1% の大部分を、魔術師アレイスタークローリーが占めているからだ。そう、10億8309万287通りの可能性である。もしもアレイスターがワールドリジェクターに影響を与えているとするならば、それはおそらくワールドリジェクター発動のトリガー、願望の重複、願望のブレだろう。この願望のブレが最も適用されるのは、魔人、ではなく、アレイスタークローリー、と自分は考えている。まず、
アレイスターにワールドリジェクターが通用するのか、という点だが、新約14巻ラストで神里×が木原農館と交戦した際、アンチアートアタッチメントを消し飛ばしているので、それを作ったアレイスターにも通用することがわかる。それに、アレイスターは生命維持装置から抜け出たものの、直接神里と対峙することはせず、木原農館を犠牲に木原唯一という対立軸を作り、彼女にワールドリジェクターを奪わせることで、対処していた。うがった見方をするならば、神里を避けていた、とも取れなくないだろう。以上の3つを時系列でまとめると、10月31日、第3次世界大戦終盤、コロンゾン、アレイスターの生存を確認。アレイスターを殺害するため、コロンゾンは願いの力を生み出そうと試行錯誤を始める。コロンゾン、神里×の周囲に歪みを作り出す。神里×、11月初めあたりから妙な違和感を感じ始める。11月13日、神上等馬の右手が破損。魔人の願いの一部がこぼれた願いにコロンゾンが、干渉。こぼれた魔人の願いに別の思考が与えられ、結果、神里の右手に集約。神里×の周辺状況がさらに悪化。12月1日、神里×、ついにワールドリジェクターが自分に宿った力だと理解する。魔人に復讐するため学園都市へ。これでワールドリジェクターの疑問点は解決した。なぜこの疑問点を解決する必要があったのかというと、ワールドリジェクター誕生の起源が、イマジンブレイカーからこぼれた魔人の願い、という部分をはっきりさせたかったからだ。どうしてはっきりさせる必要があったのか？その理由は、この部分を明確にすることによって、ワールドリジェクターがハディートのマジシャンとしての側面ではないか、という説が否定されるからだ。どういうことかというと、つまりこういうことだ。神上等馬がハディートだと仮定しよう。ハディートはマジシャンとエクソシスト2つの側面を持っている。神上等馬はハディートなのだからマジシャンとエクソシスト、両方の側面を持っている。イマジンブレイカーはハディートのエクソシストの側面である。そしてワールドリジェクターは神上等馬のイマジンブレイカー、エクソシストの側面から魔人の願いがこぼれたことによって誕生した。お分かりいただけただろうか？そう、もしも神里のワールドリジェクターがハディートの何らかの側面に該当するならば、それはマジシャンではなく、エクソシストの側面でなければおかしいのだ。じゃあ、もしも神上等馬が最初から、マジシャンの側面を持っていなかったとしたら、何らかの理由で持てない、のだとしたらと、疑問を抱く人もいるのではないだろうか。実際、作中では神上等馬自身が、ワールドリジェクターは自分に不向きだと言っている。だがワールドリジェクターがハディートのマジシャンの側面であり、かつ神上等馬はハディートのエクソシストの側面しか持てず、マジシャンとしての側面を持っていなかった。とした場合、矛盾が発生する。この場合、神里×は最初からワールドリジェクターを持っていなければおかしい。そして、これ以外にも否定材料は多数存在する。否定材料1、ワールドリジェクターは肯定する力。新約15巻にて木原唯一は、神里×のワールドリジェクターを肯定する力でありながら、しかしその本質は抹消ソフトに近い、と言っている。ハディートは否定的存在である。神上等馬と神里×、それぞれの救い方を見ればわかるが、神上等馬は幻想を否定することで相手を救うが、神里×は理想を肯定して、後押しすることで相手を救う。仮に神上等馬が否定的存在だとするならば、神里×は肯定的存在と言えるのではないか？否定材料に、ワールドリジェクターの本質は抹消ソフトに近い。これは1と繋がっているのだが、ワールドリジェクターの本質は抹消ソフトに近い。と木原唯一は言っている。これはワールドリジェクターの起源が、イマジンブレイカーに由来する証拠の一つであると考える。つまりワールドリジェクターは、あくまでイマジンブレイカーに類する力であるため、ハディートと照らし合わせた場合、マジシャンとしての側面ではなく、エクソシスト、すなわち幻想を破壊するもの、に該当する。否定材料3、ワールドリジェクターは幻想を作り出していない。仮にイマジンブレイカーがハディートのエクソシストの側面だとする場合、幻想イコール異能の力、と定義することができる。この定義に沿って、もう一度ハドの書の記述を見てみよう。マジシャン、すなわち幻想を作り出すものであり、エクソシスト、すなわち幻想を破壊するもの。ワールドリジェクターは願いの力であって、異能の力ではない。幻想を作り出しているとは言えない。ということがお分かりいただけると思う。仮に、マジシャンとエクソシストで幻想の意味が違うとしても、ワールドリジェクターはあくまで理想を後押しする力であって、幻想を作り出す力ではない。何を望むか、それを決めるのは神里ではなく、右手を向けられた相手であるのだから。否定材料4、復讐者。神里×の性質の一つに、復讐者というものがある。しかしハディートに復讐者という性質は存在しない。仮にテレマの概念に当てはめるとしたら、復讐者という性質を持つのは、ハディートではなく、ラホールクイトの方である。法の書、第3章3節。まず最初に、私が戦争と復讐の神であることをよく理解しておくように。私がそれらを取り扱うことはほとんどあるまい。補足、ラホールクイトとは、テレマ宇宙論における第三神。ハディートとヌイトが結合して誕生する息子であり、ラーホルアクティ。つまりホルスのことである。漢和9代。以上の否定材料から、神里×のワールドリジェクターは、
ハディートのマジシャンとしての側面ではない、と考える。では、ハディートのマジシャンの側面はどこへ？察しのいい視聴者諸君はすでに小タイトルでお気づきだろうが、ハディートのマジシャンとしての側面、そのヒントは、今代のイマジンブレイカーが抱える矛盾点にあった。そう、上条斗真の不幸である。ご存知の通り、世界最大の魔術結社黄金は先代のイマジンブレイカーである霊槍、ブライスロードの飛行を保有していた。そして、1900年4月13日、アレイスタークローリーが仕掛けたブライスロードの戦いで破壊されるまで、ブライスロードの飛行は位相同士の接触が生む運命から黄金のメンバーを守っていた。本来、イマジンブレイカーを持っていれば、運気の奴隷にはならない。にもかかわらず、上条斗真は不幸である。いくつかは単なる本人のドジや注意不足で説明がつくが、幼少期の出来事等を振り返ると、それでは済まされない不幸な出来事が多いのも事実だ。結論として、上条斗真は降り注ぐ運命を打ち消しきれていない、ということになる。インデックス曰く、神様の加護も打ち消すから不幸体質になっているという理屈だが、幸不幸問わず運気そのものを打ち消すので、不幸体質になるというのはおかしい。また、新約15巻にて、とある出来事がきっかけで上条斗真自身も、自分が不幸なのは本当にイマジンブレイカーが原因なのか、と疑問を呈している。結局、その思考は僧正がぺしゃんこにしたとある高校の校舎を前にして遮られてしまうが。しかし、上条斗真のイマジンブレイカーは、なぜこんな中途半端な状態になっているのか？イマジンブレイカーには処理限界というものが存在する。単位時間あたりに処理できる異能の種類、個数、量には限界があるのだ。あまりに莫大な異能、継続的断続的問わず連続して放たれる異能、あるいはその両方を合わせ持つ異能。通常ならイマジンブレイカーは異能の力を一瞬で打ち消すが、これらを打ち消すのは時間がかかり、受け止めるにとどまるか、場合によっては攻撃が上条斗真に到達する。そう、つまり処理限界を迎えた場合、異能は上条斗真に到達するのだ。ここで一つの仮説を立てた。もしも上条斗真のイマジンブレイカーが、何らかの異能の力を常に打ち消し続けており、普段からリソースをそちらに割かれている状態だとしたら、イマジンブレイカーの処理限界を100と仮定する。例えばの話、100降りかかってくる運命のうち、本来ならイマジンブレイカーは100の運命全てを一瞬で打ち消し切ることができる。だが、普段から常に50を別のものに割かれていた場合、50の運命は一瞬で打ち消すことができるが、処理限界によって残り50の運命は打ち消すことができず、その場に残ってしまうことになる。この打ち消しきれずに残った50の運命のうち、いくつかは上条斗真に到達するのではないだろうか？つまり、上条斗真のイマジンブレイカーは常に何らかの異能を打ち消し続けており、そちらにリソースを割かれているせいで本来は打ち消しきれるはずの運命を打ち消しきれず、不幸になっているのではないか、ということだ。自分はこれが上条斗真が不幸である理由だと、今代のイマジンブレイカーが抱える矛盾点の原因だと、考える。では、上条斗真のイマジンブレイカーは、一体何にリソースを割かれているのか？ドラゴンストライクである。だったら俺がお前を助けてやる。世界の全てと戦ってでも。もしもあいつが自分が死んだ方がいいなんて思っているなら、そんなくだらない考えで辛い道から逃げて上条斗真を救えるなんてとんだ勘違いをしているって言うなら、まずはその幻想をぶち殺す。電撃文庫新訳とある魔術のインデックス。イマジンブレイカーの矛盾点から浮かび上がるドラゴンストライクの存在。新訳を読み解くことで見えてくるブラックボックスたちの真実。一つの説の完結とともに見えてくるもう一つの説とは？次回、とある世界の考察後編、三坂彦とムート説。科学と魔術が交差するとき、考察は始まる。